テキラネットジョンです。今回ね、ナビ VS クラッシュチャンプスというわけでね、非常に豪華なマッチングなんですけど、これ決勝戦進出をかけたアッパーブラケットファイナルになりますね。3位以上がすでに決定しているというところですかね。勝つと決勝進出という形になります。なんとこの対戦ね、ちょっとクラウスの方が対戦参加できないということで、僕の方が参加してまいりました。クラッシュチャンプス戦でした。はい。ライブカメラオンとかでね、その辺の方も公開されながらのアタックでした。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。はい、というわけで先行ナビの方からシンセ、ホグとバルーンがかなり入った編成ですが、スケルトンとインビジブルと、おー、すごい。マルチクロスボウ両取りですね。6-1天才をやるようなところを両方削っていくような形ですね。えぐ。さあ、これクロスボウの方も削り切ることができまして、本来ここを壊そうと思ったら6-1を2回やんなきゃいけないっていうところで、呪文のアドバンテージからすると相当取れてるのがわかりますかね。そしてバルーン15体なんですけど、もう全部使っての一気のトーム、突撃艦とストライカーも合わせていって、やば。で、タウンホールのケアにクエイクまで打ってますね。レイジーイエティの安定感を増すために結構シンセはクエイクをマストで持ってってる印象があります。タウン区画も大きくこれで削ることができてますね。バルーン15体も積んでたからね、相当削れてます。さあ、ロキバルのターゲットを取るためのアーチャーを、しっかりね、これアーチャーの方でターゲット取れてましたね。で、エレクトロタイタンでラバ処理やってって、大きく削れましたね。これすごいな。あとは今回の大会はパリピウィザード使うのね、OK になってるので、回収の方やサイドカットウィザード、パリピウィザードでやってますね。いいよ。さあ、アイゴレバネで飛びつつ、ボールブレーカー、めっちゃいいとこ開けてく。残ってたイーグル砲っていうところをね、クイーン、クイーンがロイヤルチャンピオンリカバリでここ入れていく。さあ、ここ見習いウォーデンとかもついてたんですけど、モノリスのターゲットを受けて死んでいきました。さあ、モノリスの方はディギーついたロイヤルチャンピオンとフェニックスがね、ここ一緒に働いてくれて、イーグルの方もこれつきますね。ホグの方はトームかけんなら下から行きたいんですけど、合わせるなら上からっていうちょっと難しい選択でしたが、これは下から行きそうですね。あ、そっか。そうか。ウォーデンいないんだった。相当、じゃあ、珍しい編成というか、ウォーデン最初に飛ばしてのスーパーホグ編成。ロイヤルチャンピオンも別動で動かすような使い方しましたからね、これ。それは下から行きたいですね。そしたらなおさら。さあ、スーパーホグが、ここ巨爆とかもヒットしますが、罠に強いのがスーパーホグの特徴ということで、ロイヤルチャンピオンは防衛説殴ってないんですが、その次にスーパーホグが回収してくれました。いやー、素晴らしいですね。発想としてやっぱりこういう攻めって、対策がされ始めない限りは、守れないですね。シンセが取るかどうかのゲーム。とはいえね、かなり同じやり方で前回たくさん取ってるので、今後、これは対策されて、グランジョ以外もね、あんまり固めておかないっていうやり方だったりとか、むしろね、新生相手にその攻めを誘うみたいなね、そういった配置も出てくるので、そうなってきてから編成を変えたりするのか、それともまた新しいやり方を考えてやっていくのかみたいな感じで、そのやり方ですら、なんか対策されてもいけるやり方としてなんか確立させるのか、そういうところって結構大事ですね。さあ、ピーカス。2サイドラバー結構純正な呪文構成になってますね。かなり難易度の高い編成を選びました。ジャイアントからのアイゴレですが、しっかりこれバネトラップかからない距離感の出し方うまいっすね。結構連続で出したんで、今一緒にね、バネ飛ぶようなリスクもある場所だったんですけど、今のタイミングだったら全然大丈夫というのをしっかり把握された上でのいいタイミング。援軍処理の方でキングクイーン触りつつ、ロイヤルチャンピオンがリクスケ捕まってますが、宝石のターゲットをクイーンの方で拾えてるので、ロイヤルチャンピオンには被弾が入らないですね。ドリルまで使ってこれマルチ IT を確実に降りに行くようなやり方。タウンラバルですかね、そしたら。2体目のラバ来てる。こういう感じなんだ。スケルトンの呪文前で置いて、ここストライカーの処理をもうやっちゃうような感じ。
DG じゃない、ロイヤルチャンピオンは、マルチ IT のところに届きましたね。ドリルがちょっと届かない形になったんですが、ちょっとこのラバルのやり方が、特殊だったので、タウンラバルですけど、全然タウンホール向かわないようなやり方してって、タウンポイズン受けないようにね、ちょっとずらした形でやっていくっていうのはあるかもしれないんですけど、どうでしょうね。キングがタウンホール触ることできるので、これタウンホールは取れると。タウンラバルだったんですけど、タウンホールは取れない形になりました。結果的にはスーサイドで余ったキングが取ってくれたと。ここからはフリーズを使って延命していくような時間になりますが、マルチ IT に本当安い。さあ、フェニックスがこのマルチ IT 届いてしまった。頑張れマルチ IT 安い。一応2本ヒット。しかもその赤バック強い。さあ、黒も当たりつつ、バルーンは結構落ちていきそう。さあ、ウォーデンもここ落とすことができそうかな。ウォーデンも落ちますね。さあ、パピーもどんどん落ちていって、スケルトンとかも落ちていって、さあ、マルチ IT、オウルがたげっているフェニックスとオウルと、空飛ぶにヒーローペットがなんとここ落としていく。安い吹かれて金庫にターゲット変わってたらそれだけで守れてましたかね。ちょっと守りたかったアタックですが、持ってかれました。さあ、それを受けて、アタックしていきました。2番手、クイヒーのスーパーホグですね。違う、嘘ついてる。クイヒーのスーパードラゴンのリターン型です。61天才型ですね。細かいところアーチャー使いつつ、まずはリターンのためのクイヒーをやってって、第1クロスとマルチ IT っていうところを天才で追っていきました。でスーパードラゴン、ボマー型ですね。やっていきます。ボマーが一番強いですね。この編成。シューターでバックアウト取れる場所があったらまた話は別なんですけど、さあ回収してそこからすぐにクイーンを展開していきます。安いパーもね、結構両方、タウンホールと反対吹いてるっていうことで、タウンホール側からのね、スーパードラゴンを検討する価値は一応あるっちゃあるんですけど、対地じゃないクロスボウがね、両開きで結構広い面なんでね、微妙すぎるなーって、検討もしませんでしたね、僕は。で、横からのインがもう確定レベルで見てました。はい。スーパードラゴンを刺していって、ポイントになってるのがね、序盤のフリーズですね。投石とヒーローに対してフリーズかけて、ホームを奥で打ちたいっていうニュアンスですね。さあ、そして、レイジタワーがダブルで広がっていきつつ、ボマーがターゲットを受けてくれつつ割れたので、しっかりタウンホールに合わせてのレイジドームを合わせていきますと。スーパードラゴンね、右にも流れてるんですけど、そこもかかるようにトームかけたので、全スーパードラゴンにトームがかかってるような状況です。さあ、これもうラストフリーズなんですけど、モノリスにベットしていきました。スーパードラゴンはね、ミリの HP でも仕事をするのと、ウォーデンの方がこれ、フェニックスついてるので、打つ価値あるなーと思ってやってたんですけど、なんかターゲット変えてちょっとキングの方にね、これついちゃって、嘘やんと思いつつ、その隙にもね、しっかりクイヒーの方もね、延命入れてて、フェニックスの方がギリギリなんですけど、落とすことができません、モノリス。もったいないというか、もったいないとはちょっと違いますね。それ取ってくれよーという気持ちもありつつ、あとはロイヤルチャンピオンさせていきます。ギリギリのクイーンの HP のところ、投石のところね。もし落ちてたらロイヤルチャンピオンそっちからさせば OK という形でした。はい。キングにストライカー当てていきつつ、キングの方はね、ここ、フェニックス結構ヒーローペット迷って、フェニックスキングにつけるの結構ありだなとは思ってたんですけど、ロイヤルチャンピオンじゃないや、グランドウォーデンのね、ヒーローペットをフェニックスにする方が強いかなというところでね、結果的にはこういう形で前回まで持っていくことができましたと。こういうね、めちゃめちゃ大事な対戦で対戦相手も強くて、そういう大会に、僕の場合ってなんか普段の対戦って別にそんなに緊急性がなくて、全然まだグループリーグとかそういう大会だったらね、わざわざ僕を召喚することもなく、配置ビルダーのね、エンド君が対戦参加すればいいっていうレベルなので、基本的には対戦相手が強かったり、結構ある程度大事な時に誰も出れないってなった時にね、多分声がかかると思うので、相手だったりがね、結構強いので、割と毎度毎度緊張するシーンというか、大事な対戦相手っていうところで、
メンタルが鍛えられますね。さあ、ここは突撃艦入れてって、マルチ IT まで落としていきつつ、割とボックス陣の時にやるテンプレートな取り方をボックスじゃない配置に対しても指していったっていう形ですね、パトリーニョ。さあ、ゴーレム展開。うん。さあ、そして見習いウォーデンついてきました。さあ、クロスボウがクイーンに入ってくれました。ベビドラサイドカットも入れつつ。ただ、リカバリーの順番はね、いくつかあるので。あと、見習いウォーデンがついてることによって、ここは、クイーンの HP も想定よりは高いまま保たれてるような雰囲気もありますね。さあ、インビジブル、ここなんかエリタン打った後でもなんかダウンホール向ってくれそうな気がするけど。ジャイアントからのスーパーホグ展開して、上の方スーパーホグ展開します。ちょっとボムターの方に向かわせたかったようなスーパーホグパートだったと思うんですが、すべて上が逸れていきました。反対サイドはホグビズ入れてサイドカット。巨大爆弾もかなり出て、ロイヤルチャンピオンの HP すごいことになってますね。ここにはたまらず、トームを合わせていきます。いいトームですね。想定よりも圧倒的に火力が高かった12時パート、トームが必要になってしまったというところ、ロイヤルチャンピオンの能力を保つことができてますね。でスーパーホグがね、しっかり盾として活動してくれているので、この HP でロイヤルチャンピオンここまで温存することができました、能力。さあ、あとは中心部というところですが、さあ、モノリスのターゲット気をつけたいんですが、ここはライダー入ってたけど一応フリーズをかけて、さらにここも突破させていきます。さあ、これロイヤルチャンピオンがどこまで伸びるか。こういうところでね、僕はもう、ガーゴイルとかそういう空飛ぶユニットって空飛んでるだけで強くて、元々のなんかプランニング的に使わなくても持ってくると強いなーって思うんですよね。この浮いたボムターンのところ。めちゃめちゃ強いですよね、こういうところ空飛ぶユニット。さあ、入りで壊したかったモムターが丸々残っていって、なんとここは時間切れの 98%。ナイス防衛。超でかいですね、この防衛。さあ、そして額、食い火ホグですね。食い火のスーパーホグジャンプ型。この配置は結構ベースとなってる配置が、ジャンプのね、食い火で取れる配置だったんですよ。ジャンプをこのマルチ IT の後ろのね、レイジターの前のところもほんとタウンホールの区画に飛ばないようにギリギリ外周かけるみたいなね、打ち方をして、全開を取るというのがね、トライブのモノリスじゃない、クロノスがね、やってたアタックです。ただちょっとここでクイーンの動きがね、キングのサイドカットの方が間に合っておらず、クイーンの立ち位置が変わってしまいました。さあ、フィスト使ってサイドカット早めていくんですが、当然ここはクイーンは、キングの残っていた方向の方が近いということで、想定のルートには向かってくれない。さあ、これは困りましたね。なかなかしんどいですよ、これは。ここからリカバリーするのも大変難しいという状況になってきました。本来ならば左の方に飛ばしていって、ジャンプでダウンホールだけ拾って、そのまままた投石の方へ流していくみたいなのがね、想定の食い火ルートだったんですが、ジャンプは仕方ないので真ん中貫通を選びましたね。当然このやり方がいいかなというところで。しっかりここインビジブルターなんですけど、モノリス打たせて、ここインビジブルターがここでくるっと帰ってきまして、ダウンホールが隠れたのでクランジョーの方へ、ヒーラーを守りたいので、ここはインビジブルも両方合わせて、さあ、ここ一気にスーパーホグを展開して合わせていきます。スーパーホグの展開に関しては、ここは全くプラン通りかなと思います。シューターの破裂に合わせてスーパーホグを合流させていくみたいなやり方ですね。ただ、食い火の方が全くプラン通りではないというところ、レイジタワーをすでにここで解除ができましたが、ただ、このトーム貯めたのもめっちゃうまいですね。おお、なんかすごいんだけど、外周部。巨大爆弾がかなり尖った位置に置かれているので、スーパーホグにはむしろ当たってないかな。端っこなんだろう、ここスーパーホグパートが始まるところをここと踏んでたのか、シューターなのか、ウッドランチャーなのか。ワンチャン天才ラバルのウッドランチャーが通る位置に置いてるとかはあるかもしれないですね。さあ、あの状況、相当きついところから始まってるんですけど、終わってなんでこんな呪文余ってユニット残ってんだという謎の状況ですね。圧倒的すぎる展開を作っていって、もうとどめのブーメラン。
えぐいな。ナイス全開すぎる。ガーサス。さあ、リオ、10発天才、マルチ IT2 本折りっていうのが基本になってくると思うんですけど、まあ、他に折れるやり方がほとんどないので、そういうやり方だと思いますが、モノリスも折りつつ、レイジターンも巻き込んでいきたいっていう、そういう天才ですかね。真ん中を一掃していくような天才が始まると思います。お、突撃艦から。まあ、このマルチ IT おでん像を先に折りつつ、うん。いいですね。イエティの方でおでん像まで折って、ジュモンターまでここは折れましたと。はい。天才はやってしまうと多分イーグル砲のカウントが増えるので、そういった意味でヒーローパートと関係ない反対サイドなので、まあ、残して、ヒーローパートが終わってから天才を打とうっていうプランだと思いますね。こういうところ大事ですね。まあ、安直に天才から始めてしまうと、特にね、ライトニング10発も使うとなると相当重いので、イーグルのカウントも進むんでね、こういうところをしっかり計算というか考えて、天才を打つタイミングっていうのも考えてるのはさすがですね。まあ、天才ラバル、もう安直にもうドカンドカンってもういきなり打っちゃう人多いんで、もう僕もちょっとね、最初に安心したいんで、天才から入るみたいなことをやるんですけど、まあ、やるとしてもでもライトニングの数が少ないとき、61ですかね。6171ぐらいならまあ、最初に打っても大丈夫なんだけど、10発ってなると相当話が変わるんで。さあ、ここ。ただ、モノリスオンなかったことで、キングへの被弾は相当入っちゃったっていうところですが、作品の方も黒く打って、さあ、ここから天才始めていきましたね。うん。おう、安い料理か。しかも61で打つ必要があって、こう打って1位で、いいのか、って言って。でも一応壊せるけどそっち優先したのか。気づけばもう、単体の防衛説しかないですね。さあ、ここにトルネードは合わさってるんですけど、多分これ突撃艦をね、トームで合わせるような対策をしてたと思うんですよね。ベースステーションの時っていうか、クラッシュチャンプスのやり方として、ヒーロー処理の突撃艦をね、バルーンストライカー、突撃艦ドッカーンみたいなのが多いんですけど、それを対策するような形だったと思うんですが、これは圧倒的ですね。プランがぶっ刺さってて、強すぎるかな。強いな。クラッシュチャンプスも強いっすね。クラッシュマスターズの予選でなんで負けたのってぐらいです。2勝3敗でね、予選敗退して、しかも対戦相手もなんか有名なとこじゃなくて、なんか初出場みたいな、なんか、名前も聞いたことないような初出場クランとかにね、どんどん負けてって、クラッシュチャンプス敗れたんですが、いや、仕上がってんな。さあ、カズマくん。僕とちょっとね、編成自体は似てるような感じですね。51天才のリターン型のクイヒースーパードラゴン。ちなみにね、僕もこの配置と自分が攻めた配置のどっちを攻めようか悩んでた感じになりますが、蓋を開けてね、攻めを見た感じで、全く違いました。このね、クイヒールートはね、正直一緒でした。うん。初動のこれだけ一緒でした。これね、強いよね。ここを起点になんか突撃艦でイーグル取りに行くのか、シューターを刺していくのか、また、ね、リターンで今回は、シューターのためのルート整備っていうのと、テスラチェック迫撃砲の管理っていうところでシューターを使っていったイメージですかね。あとはこの後スーパードラゴンが出てくるわけなんですけど、その辺のためのルート整備っていうところにもなっていきます。で、反対サイド、食い火のためのサイドカットも事前にスニーゴブ使ってサイドカットをやっているような状況でしたね。さあ、これで無料で、もう簡単です。状況を打つことができて。さあ、そしてポイズンタワーとエアスイーパーというところを天才で追っていきました。マルチ IT も込みですね。51天才、なかなかちょっと珍しいところ打ってったなーって感じ。この天才はなかなかできないっすね。うまい。さあ、このホーミングチェックも完璧です。フィヒーのこういうところの技術はやっぱさすがですね。そしてこのルートも非常に良くて、あのサイドカットでこのままタウンホールの方にクイヒーを誘導することができる。さあ、イーグル砲の方もシューターが撃ってくれました。このアタックはね、ライブでも見てたんですけど、
まあ僕がアタックがね、終わるまではライブでは見れず、終わった後はライブで見てたって感じなんでね。まあ僕のアタック以降は一応リプレイ一度目を通したアタックにはなってるんですけど、こういうところ、相当ね、食い火のスーパードラゴンなんですけど、始めるまでがすごい時間長いです、これ。ここね、ラスト1分切ってたと思いますね、確か。この編成でそこからまだ始めないのかっていうところと、ここまで食べるの相当時間管理に自信あるか、結構短いですよ、残り時間。この段階でも40秒、30秒、なんか40秒ぐらいだったかな。まあそのぐらいだったかなって気がします。さあ、中心突破して、ここでイートーム、スーパードラゴン。まあ、真ん中の対地クロスボウだったり、マルチ IT だったり、レイジターン乗ったところね、スーパードラゴンが非常に強くて、トームスーパードラゴン打ってたらね、めっちゃいいんですけど、それを作り出すのが本当に難しいんですよね。それを今回は天才51と組み合わせつつ、リターンのね、食い火の方でスーパードラゴンのルートを作りましたね。そしてロイヤルチャンピオンも能力残して、もうほぼ使わんくても全開取れるぐらい余裕のある全開の方法ですね、これは。圧倒的全開。これうますぎでしょう。マジで完璧なアタックだったなって今のは見てて思いましたね。もう見てて、うわ、もう何やってもうまいやんっていう。何やってもうまくいくやんみたいな。もう全てが完璧だった。完璧なアタックでしたよ、今のは。マジでうまかった。さあ、そして6、バルーン出しましたが、テスラが出てきたのと、赤爆弾もかなり回収されてきましたね。さあ、レイジ置いていって。今ね、わかる。今、クイーンのことたげってそうな動き方したんで、ストライカー出したと思うんですが、そんなことはなくというところでした。気持ちはマジでわかる。さあ、ここ、それそうなところを、透析機まで降りたいので、クイヒーの方を、インビジブルで誘導していきます。うまいっすね。そしてここでリターンの呪文で回収をしていきまして、3時がね、その間にシューターでサイドカットができている状況です。さあ、6時に戻して、スーパーチャ編成。モノリスのところとか、イーグルの方とか、その辺からね、入っていく形ですね。エレクトロタイタン、リックスケルトンに強い。スーパーチャー、出ていきつつ、スケルトンの呪文でモノリスのターゲットを取って、早いんですが、もうここでトームを打っていきます。まあ、援軍と当たるところっていうところと、スーパーアーチャーが結構ね、離れてしまうタイミングでもあったので、ボムターンにはたげられず、射程の長さを生かしてスーパーアーチャーが打ち込むことができて、ちょっと両サイドのマルチ IT はね、ジャンプに乗ってこうやって打ちに行くか、スーパーアーチャーが追ってくれないと取れない区画にはなってるので、ちょっとスーパーアーチャーが綺麗に入らなかった分、残ってしまってますね。サターンホールを取るためにクロークを合わせていって、クロスボウまで取られるときついんですが、ここはしっかり守っていって。まあ、流れたスーパーアーチャーっていうのがここで、これ、スーパーアーチャーなくてもいけたっていうことですよね、中央突破。ロイヤルチャンピオンマルチ IT から結構渋そうには見えたんですけど、どこまで持っていけるか。さあ、ここにフリーズ。これが最後の呪文ですね。さあ、出てきたスーパーホグがちょっと強い。ここはおでん像まで突破していきつつ、ロイヤルチャンピオン、ここからブーメラン。そうなるとクロスボウをディギーで固められてしまって、スーパーアーチャーがここで仕事してますね。行かれるんだ、このアタック。ユニットそれて、マルチ IT も残ってタウンホールのところもね、全然向かわずクイーン落として。結構防衛できるかなと思って、ライブでは見てたんですけど、残念ながら取られてしまいます。さあ、今のところね、ナビ4連全開、対して相手が3連全開と98ということで、400% 対 98% ということで、99% 以上ラストアタック、これ取ることができたら、勝ち確定です。選んだ戦術はなんとゴレビズ。スケルトンインビジブルかな、合わせるのは。フランジオじゃないところに打っていくシンセスタイルですね。さあ、マルチ IT とクロスボウマルチ IT のところ。上のマルチはコウモリで、左はスケルトンでってところで使い分けてますね。
まあ理由の一つとしてはこのマルチ IT を壊した後のスケルトンがこうしてクロスボウにも襲いかかってくれるからっていうのは入ってると思うんですが、ちょっとここね、クロスボウまで折ることができません。大工も結構絡むところだったっていうところですかね。まあ、マルチ IT2 本はね、突破ができたのと、まあ、クロスボウってシンプルに HP 高いしね。さあ、お出ヒですが、ゴーレム編成ですけど、もうすでにヒーラー1体つけて、こんなこともしていくんですね。そうなるとちょっと残ったクロスボウが気になりますね。非常にクロスボウは大事。クイーンの方で引っ張っていきつつ、ゴーレム展開していきます。さあ、見習いウォーデンまでつけていきました。これゴーレムの HP も上がるの非常にいいですね。再度追加のゴーレムとパリピビザード強え。ストライカー張りの火力をヒーローにぶち当てて、速攻の処理。さあ、巨爆ヒット。3時の方からゴレキングウッドランチャーを展開していきます。対1クロスがね、ここでウォーデンの方にずっと入ってて、さあ、ここでトームが出てしまいます。フリーズ打つのは選択肢として結構ありなシーンだったんで、ライブで見てたとき打たないのかなと、ちょっとハラハラしながら見てたんですが、ここは打たず、ウッドランチャーで道を作っていきました。キングの方は非常にいいルートですね。そして折るはずだった対地クロスのところがまだ残っているので、ここでフリーズをかけていきます。クイーンのね、クロークはタウンホールまで保ちたいところさ、アイスゴーレムがしっかりターゲットを吸ってくれつつ、ここでクローク、フリーズもたくさんつけて、どんどんと入り続けて、アーチャーの方が延命されるとクロスボウだったり、単体火力のね、防衛セットのターゲットを取ってくれることになりますが、さあ、ロイヤルチャンピオン、下から、そしてこのスーパーババリアンうまいですね。穴開けからのスーパーババリアン、そしてパリピーズの追加というところで、ここの防衛施設の突破の方法は非常にうまい。まあ、アドリブでやったのか、それとももともとプランニングとして決めてたことなのか。スーパーババリアンなんかね、5体ぐらいだけピンポイントで刺してたので、まあ、そういった目的かもしれないですね。さあ、ここでゴーレムがターゲット取ってほしいんですが、ロイヤルチャンピオンが前に走っていく。さあ、フリーズかけていって、突破してほしいところ、ストライカーはもうすでにいない。ロイヤルチャンピオン、なんとか行きましたが、ここは、時間の方が足りない。どちらにせよね、98% がラインだったんですが、ここは取り切ることはできず、89% です。ラストアタック痛恨のミスということで、ここは、セリーニョが全開を取ることができると、逆転のクラッシュジャンプス勝利。対して、ここで防衛ができますと、まあ、何%であれ勝ちですね。さあ、選んで編成はインドラ。このインドラ確かになーって感じですかね。エアスイーパー2本ともね、反対方向、タウンホールと反対方向を吹いてるんですけど、そこを2本とも折っていって、エアスイーパーを無効化していきました。そして、9時の方をロケバルでカット。6時の方をクイーンでサイドカット。そして中央インドラ突破という形。セリーニョも本当うまいよな。強いね。さあ、ここはトルネードも出ていきつつ、インドラの方が、トーム打ったんでね、突撃艦を多分タウンホールに合わせてくるんですけど、そこを、バナキはどうやっていくか。トルネはもうすでに出てしまいましたね。スケルトンの呪文でモノリスのターゲットを取っていきます。そしてクイーンの方もね、ここキングを使わないんですよね。角度変えて、やっちゃうとヒーローが援軍を釣ってしまうからというところで、アイゴレとクイーンのみでここを突破して外周部を預かせるようなヒーローパートを組んできました。そしてインドラもかなり奥まで届いていって、ここはタウンホールをターゲットしまって、そのインドラにレイジまでついて一瞬でタウンホール撃破。これ突撃艦投げなくてもタウンホール取れたっていうぐらいインドラが伸びてしまいました。さあ、投石のところなんですけど、出てきたイエティの方も一緒にケアをしてくれて、インドラが伸びてるからこそですよね。さあ、残ってる呪文はもうすでにポイズン1枚のみというところなんですが、どうでしょうか。対1クロスマルチ IT 投石機。ポイズン打たなかったの強いな、援軍に対して。スーパーガーゴイル出てたんでね、結構安直に打つようなシーンだったと思うんですけど、そうなるとこの対1クロスのところのリクスケルトン2連打でね、ヒーロー止まったと思うんですが、ポイズン、これは、
あ、どっちにしろかな。まあ、2連巨爆も地味にヒットしつつ、クロークも残ってるんですよね。いやー、プランが非常に刺さってたかな。最終アタックなんですが、前回持っていかれました。うまいね、これ。ナイス全開だな。さあ、というわけで、逆転の14対14敗北と14点取って勝てないって今のクラクラなかなか厳しいっすね。タウンホール14の時よりも非常にバランスのいいレベルで、かつ、ちゃんとうまいことやるとちゃんと全開が取れる環境なんで、運要素が減って実力が現れやすくなって、個人的にもね、タウンホール14の時より圧倒的に環境もいいし、全開も取りやすくなってるかなって感じです。ただまあ、世間一般で言うとそんなに取りやすくなってる方ではないと思うので、ただね、15のトップ層は圧倒的に全開率も14より増えた人も多かったりするし、まあ変わらない人もいるし、なんか戦前、なんか昔から言われてた15って相当難しいよねっていうよりはもう結構全開も取れる、トップ層はね、安定して取れるような環境になってるのかなって気がして、まあ、バランスも非常にいいかなって思いますね。いろんなユニットも使われてるし、まあ、配置もこれでね、いろいろ回ってって、今のバランス楽しいですね。今の 5V5 結構楽しいですね。まあ、今回もね、参加させてもらったんですが、前回は一応取れたけど勝つことはできず、これによって決勝戦進出にはならなかったので、ローアーブラケットに回りますね。まあ、トップ3クランのところから参戦する形になるのかな。落ちて、まあ、残り3クランのところ、勝ったら、また、クラッシュチャンプスと、決勝戦に挑むような形になりますね。まあ、この大会はもうシンセが登録できてるみたいなので、まあ5人が揃えば僕の参加っていうのは今後もうないような形になるかな。まあ、せっかくならね、僕も参加したっていうのもありますし、ここでね、もう一回逆転して前回優勝してくれると嬉しいですね。はい。まあ、そういうのがなくても応援しますが。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。さよなら。